16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はこちら、首の筋が痛い原因と対処方法についてお教えしたいと思います。先生、首筋というと痛みだったり張りだったり、あとは寝違えの痛みだったり、いろいろあると思うんですけど、厳密にはどこのことを言うのか詳しく教えてください。そうですね、よく一般的に首筋が痛いとか、首筋が張る、首筋が凝る、首筋のトレーニング方法を教えてください、対処方法を教えてくださいなんていうふうに言われるんですが、首筋っていう言葉、医学用語ではないんですね。一般用語になります。こちら見ていただくと、広辞苑を見るとですね、首筋とは首の後ろの部分ですよっていうふうに書いてあるんですよ。でも私が日々外来をやりながら患者様が使う首筋の痛みというのは決してこの真後ろだけではないと思うんですね。首の横の筋、時には前の筋、これも含めて首周りにある筋肉、筋のことを首筋と呼んでるんではないかと考えています。ですので、あえて定義するんであれば、首筋とは後ろも横も時として少し前の部分も含めて首周りの筋肉というふうに解釈してください。首っていうのは、この重たい頭を支えてくれてますよね。でもじゃあじーっとしてる時だけ支えてくれてるかっていうと、そんなことないじゃないですか。例えばスマホをやる、本を読む、字を書く、うつむきますよね。例えば電球の玉を変える、植木の剪定をする、上向く時もあります。どんな格好をする時も首をしっかり支えてくれてるのは首筋なわけです。ですので安静を保つということと同時に、いろいろな動きも安定させ動かすことができる、これが首筋の役割と言えると思うんですね。筋肉の解剖と、それを鍛える簡単な方法のアドバイスしていきますね。まず僧帽筋です。僧帽筋って一つだと思ってませんか？はい、僧帽筋でね、3つに分かれてるんですよ。そうなんですね。こちら見てください。胸椎という胸の骨、そして後頭部、腕の骨、これらの骨にそれぞれついている僧帽筋、まず水色の部分は僧帽筋上部、上の方のパーツと赤で示した中部、真ん中のパーツと腕の方についている下部、3つのパーツに分かれているんですね。でそれぞれ役割が違って、まず上部は肩甲骨を持ち上げる筋肉です。また中部は肩甲骨を内側に引き寄せる筋肉です。また最後下部は肩甲骨を引き下ろす筋肉なんですね。肩甲骨、何気なく私たち動かしていると思うんですが、非常にそのパーツに分かれた筋肉がそれぞれ働いて肩甲骨周りを動かしているというメカニズムになっています。これどういう運動で鍛えられると思いますか？腕立て伏せとかですか？いいとこ言ってますね。腕立て伏せももちろんいいと思います。あとやはり何といっても懸垂ですね。捕まってぐーっと伸びるような、懸垂、もしくはバーベル、いろんな方向にできるじゃないですか。こういったことで肩甲骨周りを鍛えることができます。では次に肩甲挙筋と両肩筋の2つ勉強しましょう。まず背中側から見ていただくと、後頭部から首後ろを通って肩甲骨にくっついている肩甲挙筋、挙という字は上に持ち上げる、上げるという字ですので、肩甲骨を上に持ち上げる筋肉なわけです。でこれが例えばですけど、リュックサックの重いのなんかを背負ってしまうと、しょっちゅう背負っていると肩引き下げら
れますよね。この引き下げられた肩甲骨を持ち上げようとする肩甲虚筋、疲労してしまって硬くなってしまって肩こりの原因になるわけです。ですのでよーく肩甲骨周りを動かしてこの血流を良くすることが大事になってきます。よく凝りませんか？私リュックは背負ってるので、はい、結構凝りますね。凝りますよね。そこをよくほぐしてあげるってことが大事です。ご自分の手でよーくここマッサージしてあげてもいいですよ。はい、ではその少し下の方に2つの菱形筋、小菱形筋と大菱形筋があります。この2つも実は肩甲骨を内側に寄せるための筋肉なんです。ですので猫背になってしまうと肩甲骨前に来ますよね。これによってこの後ろにある菱形筋、小菱形筋、大菱形筋がいつも引き伸ばされている。それによってガチガチに凝ってしまう。ですのであえてそれをぐーっと内側の肩甲骨と肩甲骨を寄せるようなストレッチ、これをもうどんな仕事の合間でもできますので、しっかりほぐしていただく、頻回に軽く動かすことでぜひそこをほぐしていただくっていうのをやってください。最後に胸鎖乳突筋、これはですね実はこの耳の後ろ、ここからこの首の横に張ってる筋肉なんですね。鎖骨という骨と真ん中にある胸骨という骨に耳の後ろから走る筋肉です。ですので首を伸ばしたり首を横に曲げるような回旋といって、回すような筋肉、この時の筋肉なんですよ。よくなんか運動とかをしてる時にこの筋肉をしっかりと鍛えて、素早い運動をする筋肉なので痛めないようにしっかり鍛えることが重要だと言われています。ラグビーとかサッカーとかでも使う筋肉なので、子供さんも含めてしっかりとこれを強める運動をしておくといいんですね。どうやってできるかっていうと簡単なんですね。起きてる状態でも上向きで寝てる状態でもいいので、おでこに手を置いてこれをぐっと首筋に力を入れて押すようにしましょう。押すことを手で逆に押し返すという運動です。ぐーっと力を入れながら押されないように手も頑張って反対の力を入れる。そうです。この首筋が突っ張ってるの分かりますか？はい、分かりますよね。じゃあ今度はですね、横向き右に額のところに手を置いて、はい、ここです。目の横ぐらいです。これを横に押そうとしてみてください。回そうとしてみてください。手で抵抗を入れて回すのを防ぐような動きをしていただくと胸鎖乳突筋がしっかり力が入っているのが分かります。反対もです。左側の胸鎖乳突筋、左のこめかみあたりに手を置いていただいて、これを回旋回すような動きをする。だけど手で抵抗する。これによって胸鎖乳突筋が鍛えられます。ちょっとした時間でもできますので痛くならない程度にやってみてください。今日いろいろこの筋肉の走行、走り方やどんな運動エクササイズをすればいいか簡単なところをお教えしてきたんですが、実は注意点もあるんですね。単にこの首筋、これは全て鍛えればいいというのではなく、時として安静を取らなければいけない時があります。その見極め方は、まず皆さん首筋痛いなと思った時に鏡を見てみてください。そして左右の首筋、右と左をよく比較してみていただいた時に、なんかどちらかだけこう腫れてるなと、ポコリッと腫れてるな、もしくはそこに熱を持つな、赤くなってるな、こういった時は首をトレーニングするのではなく安静にしなければいけない原因が含まれていることがあります。むやみやたら自分で対処しないで専門的な病院にかかる必要があることもあります。先生、ちなみにその首筋の痛みがあった時に温めた方がいいのか冷やした方がいいのか、どちらでしょうか？それはですね、原因によって違うわけです。
先ほど申し上げた首に炎症がある時、熱を持っている、腫れている、ズキズキ痛い、こういった時にはアイシングといって軽く冷やす方がいいことが多いです。一方で朝起きたら寝違えてしまって首が動かない、このような時で今の急性の炎症がない時だったら温めていただいた方がいいんですね。なかなか難しい、どちらか判断がつかないことも多いかもしれませんので、わからない時は極端に冷やしたり温めたりしないで病院にかかることをお勧めします。こちら見てください。例えば首筋周りに起こってくる整形外科の筋肉以外の問題として内科、耳鼻科、歯科などの問題があります。ちょっと難しい病気の名前ですが、こういった病気があると、単にこの首筋を鍛えるのではなく、中に起こっている炎症に対して適切な治療が必要になるからです。自家腺炎、椎骨動脈解離、心筋梗塞、亜急性甲状腺炎、パッと見るとですね、なんか耳のあたり、動脈のあたり、心臓に関係することかな、甲状腺に関係あることかな、いろいろなものがこの首周りにあるんだということ、なんとなくでいいので覚えておいて、問題があれば、熱を持ったり腫れたり痛みが普通ではない、尋常ではない痛みがあると思ったら、まず総合病院のこの診療科を訪ねてみられるとよろしいかと思います。今回は首の筋が痛い原因と対処方法についてお知らせしました。もちろん整形外科的な筋肉の問題大きいんですけれども、それ以外の、注意しなければいけないことというのもお話にしましたので、ぜひ参考にしてみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。